こんにちは、アグです。今回は iPhone 15 Pro Max のレビューをしていきたいと思います。発売から1ヶ月ほど経って手に入りやすくなったのではないでしょうか。初期の不具合の続出と初期ロットの生産数が少ないことも相まってキャンセルが相次いで、今は割と手に入れやすくなっているとも聞きますね。今回も大幅に値上げをした iPhone、 一体どんな進化を遂げているのかレビューしていきたいと思います。結論から言うと、完成度はそのまま、軽くて小さくてカメラが良くなりました。 iPhone の使いやすさや世間への浸透性については言うまでもありませんが、15 Pro Max になった最大の特徴は軽量化とコンパクト化です。 Max なのにコンパクトと思われるかもしれませんが、実は 10R や11と幅が変わらないくらいには小さくなっているんです。そしてカメラ、スマートフォンのカメラはさっと取り出して綺麗な写真や動画を撮れるということを進化としてきたと思うんですが、今回マニアックによりプロ用にアップデートされています。後半で撮影したものを交えながら紹介したいと思います。それではデザインを見ていきましょう。ここが今回一番大きく変わってかつ残念なポイントの一つかなと思うんですが、 iPhone は3世代以上同じデザインの端末が続かないということが多かったんです。13から大きなデザインの変更がありませんでした。いつも通りのデザインです。近くで見ると違いがよくわかります。変更点としては、外周の素材がチタンになってエッジの丸みが減ったことです。エッジが丸くなって持ちやすくなって、素材がチタンになって軽量化しました。ケースをつけるので持ちやすくなるメリットはあまり感じられないかもしれませんが、軽量化のメリットはよく感じられます。1割ほど軽くなっているので、人間の重心から遠い指先で持つものの変化としては大変大きいと思います。特に軽量化は全機種のプロモデルを使っていた場合によく感じられます。ほとんどデザインに変化がないのが Apple 製品だと一目でわかる特徴だと思いますが、より新しいデザインを期待していた私の予想では iPhone 16もそこまで変化がなさそうですね。外観に関してはやはりこのチタンの側面が一番特徴的ですよね。前回まで10から続くプロモデルは全て光沢のあるステンレスでしたので、今回材料費がステンレスの3倍とも言われているチタンの艶消しの側面とカメラフレームになったのは嬉しいですよね。そして重さは 20g ほど軽くなりました。プロマックスシリーズの中で一番軽くて iPhone 11にケースをつけたぐらいの重さになっています。同じ 6.7 インチの中では重量級の方なんですが、それでも重みは感じるんですけれど、 iPhone の特徴である金属とガラスを使ったスマートフォンの中では随分と軽くなった印象を受けました。特に12や13の Pro Max から持ち替えたら最初にびっくりするポイントの一つかと思います。カラーは僕が買ったのがホワイト。以前のシルバーとゴールドを足して2で割った後に白を足した感じです。ナチュラルは側面がオレンジ寄りの銀色といった感じで、ブルーチタウニウムはかなり濃いめのブルー、ブラックは漆黒といった感じの色味でした。どれもかっこいい色味なんですが、今回素材が変更されたせいでかなりシックな色合いのラインナップです。背面は交換可能なカラーインフューズドという色のついたガラスを採用していて、マットな肌触り、指紋が筐体の全部でつきづらいデザインになりました。ディスプレイのデザインは14 Pro から変化はないのですが、ベゼル、枠の部分がスマートフォン市場で最も薄くなったと宣伝されているくらい細くなりました。これによって15 Pro Max は小さくて iPhone XR や11とほとんど変わらない幅にまで小型化されています。サムスンと LG が製造を担当するディスプレイは今回ピーク輝度2002と2性能アップされました。例えば炎天下での視認性がアップしているとのことですが、例えば SE と比べると3倍明るい計算です。実際はそこまでの差は感じられませんが、今後のスマホのディスプレイの明るさの基準になっていくんだと思います。これは私が信頼を置いているところなんですが、 Apple 製品のディスプレイは全ての製品においてカラーキャリブレーションされた数値の範囲内に色の出方が収まっていますので、Mac や iPad から作業を引き継いだり渡すときに色味の変化がないのが特徴です。
そのあたりのクリエイティビティに関しては不満のないディスプレイに仕上がっていると思います。まだ発売されたばかりなのに画面の焼き付きがあったとして、 Apple は iOS を iOS17.1 にアップデートし対策を行いました。有機 EL ディスプレイの宿命ともいえる焼き付きと、炎天下での見やすさに直結するピーク輝度の明るさは相反する要素なのですが、アップデートされたソフトウェアでピーク輝度を犠牲にしていく仕様になっているかいないかといったら正直分かりませんでした。今までスマートフォンで1000ニットを超えてくると違いが分からなかったので、実際の明るさはさておき、今後とも焼き付きに関する対策を進めていってほしいと思います。 iPhone には液晶を使ったモデルは SE しかないので、同じ画像を高輝度で表示し続けると必ず焼き付きは起きますので、ユーザーの方は注意してください。次の特徴は充電端子が Type-C になったことが大きな特徴です。メリットとしてケーブルが安い、パソコンと動画や写真を転送しやすくなる、 SSD を直接挿して撮影に使える、サードパーティー製の Type-C のアクセサリーがそのまま使えるということです。充電ケーブルは100円の USB ケーブルから19000円の Apple Thunderbolt ケーブルまであらゆる USB で充電することが可能になりました。充電速度は最大で 28W ほどとされていて、充電自体の速度は14 Pro から変わっていません。しかし汎用の USB ケーブルが使えるので、基本的にはどんな Type-C ケーブルでも充電に使えるようになりました。パソコンにつなぐ時も同様で、今まで23年前の規格である USB2 準拠だった転送速度が、10年ほど前の基準の USB3.2 ジェネレーション2の 10GBps という体感で5-6倍の転送速度まで向上しました。それからこのような USB-C で接続するタイプの SSD が直接差し込めるようになりました。このつなぎ方は撮影した動画を高画質フォーマットであるプロレゾフォーマットの場合のみ直接 SSD に書き込んで保存できますので、撮影でスマホ本体の容量を気にする必要がなくなりました。また写真アプリから普通の写真や動画も保存できますので、旅先などで重宝するかもしれません。もちろんこういった USB メモリーも挿すことができます。SSD のフォーマット形式なんですが、私は Mac なので基本的に APFS フォーマットで何の問題もありません。ただし Windows にも SSD をつなぐ場合は EXFAT にも対応しています。しかし EXFAT は私も何回も経験しているんですが、データが壊れやすいのであまり使わないことをお勧めしています。仕事で撮影に iPhone を使って SSD に記録する場合は APFS が安全かなと思います。そしてケーブルの話に戻るのですが、ケーブルの種類に関しては充電速度や転送速度で規格が変わってきますので、購入の際は充電速度や転送速度の表記を気にしなければならなくなりました。これに関しては結果的にユーザーにある程度のリテラシーを求めるという今までの iPhone のマーケティングとは違ったアプローチになっていて、スマートフォン市場がいかに日常に浸透してきたのかを考えさせられますよね。そしてもう一つ細かいところでバッテリーに関してのアップデートがされています。今までバッテリーに関しては充電の最適化状態で 100% まで充電する仕様になっていましたが、新たに 80% までしか充電されない上限 80% という項目が追加されました。内蔵のリチウムイオンバッテリーの特性として過充電と過放電に弱いという条件を緩和させるもので、80% 上限までの充電だとバッテリー寿命が長持ちするという機能になります。毎日の充電量を抑えて長期的な運用にフォーカスしたものですが、実際は今回の15シリーズのコストダウンの一つとしてバッテリーによりコストの低いものを使っているという噂があるそうで、そちらの対策なのではないかと言われています。実際に現時点で1年前のモデルの14シリーズでのバッテリーからコストダウンが図られているのですが、 SNS などで劣化が早いとかなり報告されていたので、そちらの対策の意味もあるかと思います。
また細かいところなんですが、設定の情報タブで新しくバッテリーの製造年月日や使用年月日、充電回数が確認できるようになりました。スマートフォンのバッテリー事情はスマホの一番大事な機能の一つなので、あらゆるユーザーが確認できるようになったのは歓迎すべきことですよね。次はアクションボタンです。アクションボタンは今までマナーモードスイッチだったところをボタンにしてショートカットキーにしちゃおうという機能です。様々なプリセットのショートカットが割り当てられて、ショートカットアプリの中身も割り当てられますので、実質的には何でも割り当てられるということになります。具体的な使い方としては、決済系のアプリやカメラ起動を割り当てる方法を私は使っていますが、今までのマナーモードがコントロールセンターからの選択になったり、パッと見で消音かどうかわからないので、消音スイッチとこのアクションボタン両方つけてくれたらよかったのになと思います。実際皆さんはどのくらい消音スイッチで利便性を感じていましたでしょうか。 iPhone 15のマナーボードに関してはこちらで確認できるようになりました。なのでそこまで不満はないのですが、ボタンだと誤動作も多いのでアクションボタンと消音スイッチ両方欲しかったなと思います。そして次の特徴がカメラです。実はメインカメラや超広角カメラは iPhone 14 Pro から特に何も変わってはいないものの、望遠がズームしても画質に影響のない光学式の5倍望遠になりました。カメラに関しての進化は2世代違うと非常に実感できるものになっていて、13 Pro Max と比べるとあらゆる面で進化していることが感じられました。14 Pro Max からの進化で大きいのはやはり望遠ですが、15 Pro Max では4800万ピクセルのメインカメラに3つの焦点距離を切り替えられるデジタルズームのワンタップ切り替えが搭載されました。このように1倍をタップするとデジタルズームで焦点距離の疑似的切り替えがワンタップで行えるようになりました。これに2倍のデジタルズームが選べるので、メインカメラだけで4つの焦点距離をワンタップで切り替えることができます。そして新たに搭載された5倍ズームはテトラプリズム式の単焦点の 120mm レンズが採用されています。望遠レンズを作るときは鉄則の一つとしてセンサーと第一レンズを離すというのがあるんですが、物理的に光を4回屈折させて距離を取るという方式が取られています。今回のテトラプリズム方式はペリスコープレンズと比較して可動部が少ないので iPhone を振っても音がしないという特徴があり、ペリスコープではセンサーサイズに限界があったものの、テトラプリズムではセンサーが筐体に対して平行に配置できるのでセンサーを大きくできて暗所にも強いカメラとなっています。以前から iPhone のプロシリーズを使っていて、今まで望遠カメラはあまり画質のいいものというイメージはなかったんですが、それでほとんど使ってこなかったんですが、今回の15 Pro Max の目玉機能として搭載された望遠レンズはかなり使える写真が撮れる仕様になったなというのが第一印象です。望遠レンズは 3D センサーシフト式手ブレ補正と光学式手ブレ補正、ピクセル単位で AI が手ブレ補正をする電子式手ブレ補正の3つの手ブレ補正が強力に効いているので、遠くの被写体でもブレがそれほど気になりませんでした。私は iPhone のカメラの最大の特徴は手ブレ補正の強力さだと思うのですが、皆さんはいかがでしょう。特に動画撮影時の手ブレ補正がすごく優秀で、揺り戻しなどの変な癖がなくて、私はスマホでの動画撮影は iPhone が一番楽だと思っています。そして今回新たに追加された動画記録フォーマットとして iPhone 15 Pro にはプロレスのログ撮影というフォーマットが追加されました。ログ撮影のログは皆さん数学で一度は目にしたことあると思うんですが、対数という意味で色を数値化した値を映像に記録するもので、通常の撮影に比べて彩度や階調など色に関する情報の範囲が広い撮影方法です。今まで搭載されていたプロレスのスタンダードダイナミックレンジやハイダイナミックレンジに比べて色の範囲が広いので、取っ手出しの状態だと白飛びしているように見えてしまいます。これはそのまま使うようなものではなくて、
ダヴィンチリゾルブやファイナルカットプロなどでカラーグレーティングを前提とした撮影方法です。そして先ほども話した 4K60fps プロレスでの外部メモリへの録画が可能になりました。 4K60fps プロレス限定の機能となります。 6.1 インチの15 Pro の 128GB モデルは扱うデータに対して容量が少ないので外部にしか記録できないという制限もあります。まさにプロ用ギーク向けの機能が追加されたわけですが、Type-C インターフェースになったメリットの一つではないかと思います。それでは実際に写真を見ていきます。今回カメラ撮影で比較していくのは iPhone XR、iPhone 13、そして15 Pro Max です。比較として3から4世代の違いのものを用意しました。プロシリーズは15だけなんですが、経験上標準の広角カメラは同世代だとプロとそこまで差がないというのが本音です。比較した映像では新しくなるほどボケみが多くて明るくなっていますね。日中の写真でも傾向は同じでより明るくなっていますね。こちら動画での比較なんですが、15 Pro Max は高精細な印象です。次はポートレート撮影です。中間に焦点を合わせているんですが、後ろボケも前ボケも自然な印象です。これはシネマティック撮影でピントのポイントを変えてみたんですが、いかがでしょうか。13の時より自然なピントの合い方になっているかと思います。ズームのテストです。各レンズの切り替えが割とスムーズだと思いました。このような素早いズームでも違和感は少ない印象でした。次は夜景の撮影です。いかがでしょう。かなり綺麗に撮れているんじゃないでしょうか。これは夜間に丸で囲った部分を25倍ズームで撮ってみました。さすがにノイズは乗ってるんですが、ここまで寄れると楽しいですよね。これは手持ちで車のライトの逆光がある状態で手ブレ補正が効くかというテストです。補正のブレが強めですが十分実用的だと思います。こちらは夜間のズームテストです。この辺を超えるとさすがにデジタルズームなのでノイズが多いですが、光学5倍まではノイズの乗り方がそこまで多くないという印象です。ログ撮影で映画風にグレーティングしてみたんですが、より自由に絵を作れると思います。次はスピーカーのテストをしてみます。
以上 iPhone 15を1ヶ月使ってみてのインプレッションでした。 iPhone 15 Pro Max は映像作品作りにも使えますし、日常のアプリ操作が超快適。そして今回ゲームや拡張性についてもかなりの完成度でアップデートしてきました。正直特徴の少ないアップデートが多い印象ですが、その分堅実なアップデートと小型化、軽量化などをしっかり進化させてきました。ハードウェアに関してもスピーカーがいい、マイクがいい、カメラがいい、画面がいいなどはフラッグシップスマートフォンとして当然ですよね。ですがそれらが高次元でちゃんと安心して使えるクオリティなのが特徴だと思います。仕事で使ってもプライベートで使っても何をやっても快適に使える、それが iPhone なのかなと感じました。気になった方はぜひチェックしてみてください。